こんばんは、はるけです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回のティアリストから、2週間ほど、経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。前回から変わったのは、やっぱりフューチャースターの、追加というふうなことになるというふうには思います。じゃあ、それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになります。B は、特に変わらずで、A にはフューチャースターチーム2ですね。今週配送されている選手で、ティルマンを入れました。ティルマンに関してはね、逆足3で、スキルが4に、上がったんですけど、どうしても、ポジショニングだったりとかが、ちょっとあまりね、数値的には高く、なくて、AI 面っていうのは、そこまで良くはなかったかなというふうには思います。あとは冷静さも、ちょっと低いっていう風なことにもなるので、決定力だったりとか、スピードだったりとかは、非常に速くて、ほんとストライカーらしいような、選手にはなるんですけど、優先して、使う。剣をね、組みづらいっていうこともあるので、優先して使うっていうほどの、選手ではないかなというふうに思います。で、そして S ですね。S に追加をした選手は、プラタですね。プラタ、そしてエランガ。そして、サンセットですね。この3人を、追加したかなと。あとはバーディーを少し下げたっていう風な感じですね。で、プラタに関しては、非常にこの人は、ティルマンと同じような形でスキル4逆足3ではあるんですけど、サイドの、選手なので、ST で使うとどうしても逆足だったりとか気にはなってしまうんですけど、サイド、特に右サイドかな、多分左利きなんで左サイドでも全然いいんですけど、サイドですね。サイドのところで、使うと、この人の良さ、スピードっていう風なところと、ドリブルの、比較的軽さっていうのもあるので、そういう風な良さだけが、目立って、多少の逆足だったりとかも、気にはならない。パスの精度とかも、そんなには良くはないんですけど、それでもね、左足で出すことできれば全然いいので、良さを、活かせるサイドであれば、全然この人は強いかなというふうに思います。強いというか、悪くはない。全然もうそれなりに普通にも S っていう風な、感じの選手にはなるので、安ければね、全然スパサブとかでもこの人は、ありかなというふうには思います。フィジカルでゴリゴリっていう風なタイプでは、ないので、スピードを生かすっていう部分で使うのがいいかなというふうに思います。で、そしてエランガーですね。エランガーもそうですね、逆足が3かなでスキルが4で、結構、似たようなタイプではあるんですけど、エランガーはかなりスピード感はあったかなというふうに思います。プラタとエランガだったらエランガの方がそれこそシザースした後のグッといく力とかっていうのは、あったかなというふうには感じますね。で、シュートに関しては、この人も、あんまり入らないかなっていう風な感じです。なんで、やっぱりサイドですね。中央っていうよりかは、やっぱりサイドで縦突破だったりとか、状況を見つつ、中の選手とコンビネーションしたりとかっていう風な使い方が、一番いいのかなという風に思います。思った以上にエランガも安いので、それなりの価値っていうのは、全然あるんですけど、SS までにはいかなかったかなという風な感じですね。で、そしてサンセットですね。サンセットは非常に能力がいいなという風にまずは感じました。ですけど、持ちやすさっていうのは、そこまでないです。ST の選手で軽い選手を求めてるっていう人は、サンセットはそれとはまた別の、タイプにはなるので、身長がでかくて、どちらかというとね、空中戦を使ってあげるっていう風な、使い方がサンセットはいいかなという風に思います。身長も、それなりに高いですし、フィジカルにも、数値高いので、合わない人はいるかなっていう風な感じです。どうしても重たさっていうのは、あるので、あとボールを持つっていう風なことに関しては、そこまで、なんで、ST の選手で3セットに当てて、あとは落として、もう一回動き直すとか、空中戦クロスでとかっていう風な使い方がいいかなという風には思います。
で、そして S と SS の間に入れたのが、フラッシュバックのウォルコット、そしてエンケティアですね。フューチャースターのエンケティア。ウォルコットに関しては、それこそね、スピードが完走してるんですよね。加速もダッシュ速度もどちらも99いってて、非常に速い、選手で、特にスパサブとして使うのが一番いいのかなというふうには思います。絶対に作るべきっていうほどの選手では自分はないかなっていうふうに思うんですけど、こういう人ロマンがありますよね、やっぱり。昔からこう活躍をしてて、プレミアでも、活躍とかプレーしてるので、その中で、その世代の人とかは、非常にこの若いウォルコットが出てきて、嬉しいんじゃないかなというふうにも思います。全然弱くは、ないですし、この人もね、逆足が3なので、そこがね、4だったりとか、あったらなんかより良かったかなというふうには、思います。で、そしてエンケティアですね。エンケティアも全然弱くはないです。それこそ今週の CF で使ったんですけど、全然悪くはないです。悪くはないですけど、SS ほどあるかっていう風に言われると、ちょっと、っていう風な、感じです。で、逆足さんは意外にも気にはならなかったですね。あとは冷静さも80ですけど、意外にも気にはならなかったっていう風な、感じです。ですけど、そうですね。SS まではいかないかなという風な、形で、それこそ、アーセナルが好きでとかっていう人は、普通にこう、好きプラス、その好きが、こう、しぼまないぐらいのレベルの強さにはなってると思います。好きやけどちょっと弱すぎるな、使いたくないなってならないぐらいの強さにはなってるっていう風な感じです。普通にエンケティアは、悪くはなかったかな。でももうちょっと強く来てほしかったなっていう風な、感じですね。で、そして SS はフューチャースター、アデイエミ、そしてアルバレス、そして SBC で来ましたデケテラーレ、そしてクバラチヘリアですね、を入れました。で、ポトムの、セルロートも、ここに入れてます。で、フューチャースターのアデエミに関しては、44で、これだけね、ブンデスの、ST で決定力高い選手っていうのは、そこまでいないかなというふうに思うので、スキル5いらない、逆足5いらないっていう人でいくと、ブンデスでこの人は普通に使えるかなというふうには思います。決定力も、高いので、しっかり決めきってくれる、場面っていうのは、ちゃんとこう、ゴールに、吸い込んでくれるっていう風な、感じですね。スピードもありつつも、フィジカルが、少しあるので、すぐに相手ディフェンダーに倒されない、っていう風な、こう、耐える力っていうのも、若干は、持ってるので、そういう風なところもね、ちょっと臭いなっていう風に思う時が、ありつつ、普通に使えるような、選手にはなってます。普通に SS は妥当かなという風に自分は思いました。で、そして、アルバレスですね。アルバレスは値段以上に、そこまで強くはなかったかなっていうような感じです。それこそね、値段だけを見ると一番上の、ランクにいてもおかしくないレベルかなというふうには思うんですけど、個人的には、そうですね、SS かなというふうに感じました。もちろん、シュートだったりとか、逆足が5にもなってたり、しますし、シュートに関しては非常に、うまいですし、スピードもあるっていう風なところで、あとドリブルも非常に細かいんですけど、なんかこうね、スピード感がないというか、なんか置いていける力っていうのが、なんかそんなにはなかったかな。てか、それこそ一番上のランクの選手の方が相手を置いていける、っていう風な、場面が、多いかなというふうには感じました。一番上のランクでもいろんなタイプがあるんですけど、スピード系のタイプは特に、そうですね、アルバレスよりかは全然速いなっていう風な感じですね。アルバレスの良さとしてはやっぱり先ほど言ったところでプラスポイントが非常に多いんですけど、値段に見合わない、そういうマイナスな要素っていうのも、若干、あったかなという風な形で、自分は SS に入れてる、っていうような感じです。で、普通に強かったのは強かったですし、値段高い理由も、全然あるなという風にも感じたので、全然悪くはないんですけど、100万超える選手としてこう、期待しすぎるほどはないかなという風な感じです。個人的にですけど。で、そして、デケテラーレですね。これ LW なんですけど、ST でも、全然ここに入るかなというふうに思います。逆足5なのか、スキルが5なのかっていう風なタイプで、それぞれ、使う人がピックするっていうような形にはなるんですけど、これだけの身長があって、
まあ、それなりに動けるっていう風な、選手で、まあ、空中戦はね、ST の方ができるんですけど、LW はまたドリブルっていうような形で、結構ね、プレイスタイルによって、まあ、使い方っていうのは分かれるかなという風に思います。まあ、どちらも非常に能力が、高いですし、まあ、全然、作っても良かったというか、セリエ A のスカットの人は、作るのをおすすめしても全然、良かったかなというふうには感じます。普通に、まあ、30万とちょっと高いですけど、まあ、作るの推奨かな。まあ、特にスカットに刺さる方だったら全然作っても、いいのかなというふうに感じます。そして、クバラツヘリアですね。まあ、スキルが5にならなくて、まあ、5-5にならなかったっていうのは少し残念ではあるんですけど、まあ、もともとね、逆足が5でスキルが4っていうのはかなり、前線の選手としては、非常に優秀ですし、まあ、能力も高くなって、この人もまあスピードがやっぱり速いですね。で、速さがありつつも、まあ、身長だったりも、少し大きくて、183ぐらいかな、大きくて、で、フィジカルも、あってっていう風な選手なんで、意外とね、こう、相手のディフェンダー、大きいディフェンダーの前にグリッと入れる力っていうのは、まあ、持ってるのかなという風には感じます。まあ、デーキテラーレがね、来たから、この人でいいやっていう風になるかもしれないんですけど、まあ、クワラテヘリアも、全然使える、非常にこう強いような、選手にはなってますね。でそして SS と SSS の間は、アダマ・トラオレ、ラファエル・レオン、サラという風な感じで、まあ、これは前回とは特に変わってないという風な感じです。でそして一番上の SSS は、新しく追加した選手でいくと、まあ、ムドリクですね。ムドリクだけを、追加しました。まあ、スキルが5に変わったっていう風なことと、非常にこう速いスピードを持ちながらも、まあ、ドリブルも扱いがしやすく、細かく、そしてシュートも打てるという風な形で、あとはパスがうまいっていうのも、非常にいいという風に思います。まあ、フィジカルだったりとかは若干、なかったりは、するんですけど、まあ、それでもなんかこう、臭く抜け出していったりとか、相手と入れ替わったりとか、っていうこともできます。まあ、残念なところでいくと、本当に冷静さがもうちょっと欲しかったなという風なところです。冷静さが3かな4かな、多分どっちかだったと思うんですけど、もうちょっとあればかなり強くなってたかなというふうに思います。まあ、なかなかねこう視覚化できない、能力ではあるんですけど、冷静さっていうのはそれでも、まあ、やっぱり冷静さ低い選手っていうのはなかなかシュート決めきれにくいですし、冷静さ高い選手は多少、まあ、シュートの能力だったりとかが低くても、まあ、決めきってくれるっていうのはやっぱりあるので、そういう風なところで、まあ、ムドリクは、そうですね、もうちょっとレースが高かったら、よりこう完璧だったかなという風には思います。まあ、ですけど、非常に強いような選手で、まあ、個人的には一番上の、ランクに入ってもおかしくはないのかなという風に感じて、ここに入れました。まあ、っていう感じで、これがアタッカーの最新版のテアリストになります。また、ここにいない選手だったりとかいるかなというふうに思うので、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは、今回これで終わります。いいねと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。